皆さんこんにちは、とこママ情報局です。私毎年夏とお正月の冬休みは主人の実家の福岡に帰省するんですけれども、今もですね冬休みということで福岡に来ております。実はまだこの動画を撮っている時には年は明けておりませんで、12月のもう下旬なんですけれども、せっかく福岡に来ておりますので、福岡の神社、ご紹介したいと思って、今日は、福岡県の箱崎宮という神社を参拝したいと思います。去年の大河ドラマが光る君へということで平安時代のねドラマだったんですけれども、やはり平安時代に創建されたような神社がいいなということで、ちょっとね、大河ドラマのロスをまだ引きずっておりまして、そんなわけで平安時代創建されたんじゃないかと言われている箱崎宮を参拝したいと思いました。この箱崎宮のね歴史なんかもちょっとご紹介しながら参拝しようと思っているんですけれども、実はね、他県の方ってあんまりご存じない神社なのかなと思うんですけれども、八幡様が、お祭りされている非常に由緒ある神社ですので、ぜひともね楽しみに、ご覧いただきたいと思います。それでは参拝に行ってまいります。電車で行く場合は福岡市営地下鉄箱崎宮前駅から歩いてすぐです。この動画が配信される時には、1月ということで2025年になっているんですけれども、今日の様子はですね、年末の箱崎宮の様子ということになります。そんなわけでね、参道はいろいろなお店がもうねお正月の準備ということで今ねすごい数の、屋台のお店っていうんですか、すごいですね。ここ初詣の時期にはすごくにぎわうっていうことですね。すごい、見てください、ほらずらりと、お店が並んでいます。はい、鳥居が見えてきました。道路が通っていますね。ちょっと気をつけて渡らないとダメな感じです。でこちらに見てください、大社箱崎宮とありますね。そしてこれもかなり乗りすごい鳥居だと思いましたら、この1の鳥居がやはり、慶長14年の黒田長政建立重要文化財の鳥居です。すごいですね。鳥居に豊臣黒田筑紫なんとかのって書いてあります。通常神社の鳥居は御本殿から遠いところから1の鳥居、2の鳥居という順番で呼ばれるのですが、この箱崎宮は御本殿に一番近いこちらの鳥居が1の鳥居、途中参道にあった鳥居が2の鳥居、そして今回は見に行けませんでしたが、箱崎宮から海に向かっていく参道にはもともとあと2つの鳥居が立っていたようです。現在はこの押追浜に大きな赤い鳥居が残っているそうです。やはり海の玄関口に結界を張る、そんな役割が箱崎宮にはあるのでしょうか。それでは重要文化財の1の鳥居をくぐっていよいよ御本殿へ。では失礼いたします。安林和楽、すごいなんか上りが立ってますね。天下太平。
ごく大きな楼門が見えてますね。まずこちらの手水舎でお清めします。手水舎も立派、すごい。箱崎宮の創建の時期については諸説ありますが、古い記録によると平安時代の中頃である延熙21年、醍醐天皇が進捗により敵国降伏の神筆を下賜され、この地に壮麗な御社殿を建立し、延長元年筑前大武宮より遷座したと伝えられています。鎌倉中期、蒙古襲来の折、神風が吹き未曾有の困難に打ち勝ったことから、役所祥雲の神としても有名です。後ろにですね、すごく大きな楼門があるんですけれども、まず箱崎宮の見どころの一番大きな一つとしてですね、ここにかかっている額なんですけども、見てください。すごいですよ。こちら敵国降伏っていうね、大きな額がかかっています。わあ、かなり強い、意味合いのね、言葉ですけれども、結局この箱崎宮がそういった目的で、建立されたっていうのが分かりますよね。醍醐天皇がこの神筆を下賜されたことに始まった箱崎宮のシンボルである敵国降伏の額。実際は紺の紙に金色で描かれた醍醐天皇の御神筆は縦横約18センチで全部で37葉。箱崎宮に伝承する第一の御神宝です。以後の天皇も収められた記録があり、特に亀山上皇が収められた事績は有名で、文禄年間、筑前領主小早川隆景が楼門を造営した時に、亀山上皇の御神筆を陳謝拡大したものが掲げられています。そしてこの言葉は一見強い戦いのイメージで受け取られがちですが、そうではなく、武力によって相手を降伏させるのではなく、争うことなく徳の力を持って導くという思いが込められているのです。新羅や他の国々を戦わずして降伏させたという神宮皇后のエピソードにもつながってくる言葉ですね。この箱崎宮はご祭神が八幡様なので、もちろん王神天皇、そしてその母神様である神宮皇后と玉頼姫の命が合わせて祀られています。神宮皇后とは大和武の命の第二子、14代忠愛天皇の皇后で、15代王神天皇の母とされる人物。ご神託により亡くなった忠愛天皇に代わり、女将軍として軍を率いて朝鮮半島に出兵。新羅を制し、百済、高句麗を征伐したと伝わっており、これがいわゆる三冠征伐。これはあくまでも伝説の域を出ないエピソードで、神宮皇后が実在したかどうかの論争も未だ続いている謎多き存在。しかし日本各地に神宮皇后の伝説が伝わり、神宮皇后を祀る神社もあまたあることを考えると、全く存在していなかったとは考えにくいと私は思っています。そしてその神宮皇后の存在を確固たるものにしているのが、その御子神王神天皇。王神天皇は5世紀初期に在位した15代天皇。王神天皇が神宮皇后の体内にいた時、三冠征伐を行い成功したこと、また弓矢の達人として有名だったことから、武神としての信仰が高まり、武家の守護神
八幡狼として崇敬されるようになりました。今や王神天皇をご祭神とする八幡宮、八幡神社が神社の中でも最も多く、全国で4万社以上あると言われています。その総本宮は大分県の宇佐神宮ですが、元は福岡県飯塚市の現在の大武八幡宮が宇佐神宮の本宮であり、箱崎宮も元はそこからご遷座されました。箱崎宮は八幡信仰の根源といっても過言ではない神社であり、大分の宇佐神宮、京都の石清水八幡宮と並んで日本三大八幡宮に数えられています。この源氏絵は玉鬘の城。源氏物語の玉鬘の中に箱崎の名前も見ることができるんです。玉鬘は無事に帰郷できたお礼と父との再会を願って、鏡神社、箱崎宮と同じ系統であるという理由から京都の石清水八幡宮を参拝するのです。昨年の大河ドラマ「光る君へ」に私はドハマりしていたので、源氏物語の聖地としても楽しめました。歴史的な背景やエピソードなどを知ると、参拝する時の気持ちも特別なものになりますね。今ちょうどご祈祷のね、音が聞こえていますけれども、結構ね太鼓が響いてますね。そしてこの、楼門、それから拝殿、本殿、これらすべて国の重要文化財に指定されています。すごいですよね、やっぱり。それでは境内の重要スポット、順にご紹介します。まずですね、こちらにご神木があるんですが、こちらがですね、箱松という松になります。実はですね、ご祭神の王神天皇ゆかりの松ということで、もう見てください、このご神木も赤い囲いがもうずらーっとされていて、ちょっとそばに近寄ることはもちろんできないんですけれどもね、こちらにその、ご神木箱松のご由緒も書かれています。王神天皇が海で生まれた後、そのお枝を箱に収めて埋め、印の松を植えたと伝えられています。それがこの場所で、その後この地を箱崎とたたえ、この松を印の松または箱松といい、ご神木として尊んでいるのだそうです。箱に収めたお枝とは胎盤や祭体、つまりへその緒のことで、王神天皇についてここまで具体的な伝承は大変珍しく、王神天皇の魂を感じられるパワースポットです。こちらには亀山上皇尊像というのがありますね。見ることができるんですね。わ、すごい。うわ、ものすごい大きい像です。うわ、高さ5メートルの木像です。この亀山上皇というのは鎌倉時代に90代の天皇として即位されたんですけれども、全国をねやっぱり国家の安泰を祈願して、社寺をね回られたということでね、非常に国家を守ろうという気持ちが強かった天皇ということです。福岡市の東公園に立つ亀山上皇の銅像、その原型となったのがこちらの木像で、
長く東京の読売ランドで保管されてきましたが、近年元寇と亀山上皇にゆかりの深い箱崎宮に寄贈されました。我が国の未曾有の困難に立ち向かわれた亀山上皇のご神徳をいただける祈りの場所となっています。はい、こちら箱崎宮の境内でちょっとね楽しみにしていたパワースポットがありまして、こちらになるんですが、脇出石という石です。この石がどこだって感じなんですが、ここですね。見てください。地面からちょっと顔を出している、石、岩の一部という感じがしますが、これがですね、実はこの脇出石に触ると運が湧き出ると言われているんですね。で、また脇出石には国に一大事がある時に地上に姿を現すという言い伝えがありまして、箱崎宮縁起絵巻にもこの脇出石は描かれているんですよね。運気上昇、承福開運を願ってこの脇出石にね、触ってもいいということですのでね、八幡様のこのパワースポット触らせていただきます。失礼します。どうか。古来より箱崎宮の境内に存在する霊石、地上に現れている部分が多いような気がするのが気になります。天変地異、国難の前触れでなければ良いのですが、最後に御朱印を授かりました。敵国降伏の印も押されていますね。はい、福岡県の箱崎宮いかがでしたでしょうか。境内には天下太平ののぼりが立っていたり、敵国降伏のねすごく立派な額がかかっていたりして、我が国日本を守るんだ、平和を守るんだっていうね力強い意志が感じられる、そんな神社です。とにかくね、ご祭神が王神天皇、神宮皇后、そして玉頼姫の命ですので、開運承福、勝運祈願、もうね勝負のここぞという時には絶対お参りしたい、そんな神社ですね。いや、もう年の初めにものすごく力強いパワーを授かることができた、そんな気がいたしました。さて次回のトコママ情報局は、福岡から大分湯布院へ、壮大な湯布岳の絶景、龍神様が宿る神秘の湖、湯布院食べ歩きなど盛りだくさんの内容でお送りします。どうぞお楽しみに。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。